はい、どうもこんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日は未生の黒松のお手入れをしていこうかなと思います。それではスタート。今2023年の3月なんですけれども、2022年に未生した苗と2021年に未生した苗、それぞれやっていこうと思います。まずは2022年の、こちら未生の黒松からやっていこうと思います。去年の未生なんですけれども、夏場羽の成長も遅かったんですが、秋に肥培をかなりサボってしまったので、このくらいになる苗が 2,3 本ぐらいしかありませんでした。前回の2021年の未生と比べてだいぶ成長が遅いです。はい、植え替えと針金掛けをやっていこうと思います。2年目に植え替えをするメリットは、なるべく早めに太い根をさばけるということと、根を広げて植え替えができるということです。ただし2年目に植え替えするよりも3年目に植え替えした方が2年目の太りは早いので、どちらがいいか試行錯誤中です。これも軸切り刺し目をした苗なんですけれども、やはり軸切り刺し目をしてやる方が2年目のこの粘りというのはかなりいい感じになっていると思います。もう少し根がたくさんあるかなと思ったんですけれども、やっぱりいまいちですね。成長が遅かったのはやっぱり根があまり張らなかったのが原因でしょうか。長く出ていたり太くなっている強い根をさばいていきます。次に針金をかけて曲げつけていきます。ちょうどいい太さの針金がなかったので、少し細めですので2本使っていこうと思います。足元の一番低い位置にかけます。1本目の針金に沿わせて2本目もかけます。足元からしっかりと曲げます。将来模様木にしていこうと思いますので、ひらがなのつの字のような形で曲げていきます。今回はサイズは4号の鉢に入れていこうと思います。苗が小さいので、幹に針金をかけて鉢に固定する方法でやっていこうと思います。根を広げておきます。鉢底から出した針金を鉢に沿わせて留めます。幹が太ってきて針金が食い込みそうなくらいで、固定の針金も外したらいいと思います。用土は赤玉土と川砂を少し入れています。土を平らに整えます。少し緩んでしまったようなので針金を締め直します。はい、これで2022年の未生の黒松、植え替えと針金掛けが終了です。続いては2021年の未生です。こちらは2022年に植え替えをしているので、今回は植え替えは飛ばして針金を外しているので、曲げ付けをもう一度修正していきたいと思います。こちらは太めの針金でかけていきたいと思います。
針金がかけられたので曲を修正していきます。もう少しきつく入れたいと思います。はい、曲げつけが強くなりました。これで修正が完了です。はい、こちらは2021年生、去年植え替えをしなかったタイプになります。なので今回植え替えをしていこうと思います。曲もだいぶ緩くなってしまっているので、曲付けも、しっかりとしていこうと思います。はい、植え替えをしなかった分、根はかなり張っていました。まずは根をほぐしていこうと思います。かなり強い根がありました。太くなっているのでこちらも落としていきます。さらにほぐして根を追い込んでいこうと思います。だいぶ太い根がありましたのでしっかりと落とします。太い根はある程度ありましたが、軸切り刺し目の効果か、しっかりと八方に根が出ています。こちらも太い針金で曲付けを修正していきます。だいぶ曲が緩まってしまっているので、先ほどのよりも小さいサイズで作るのは少し難しくなったかもしれません。サイズを少し大きめを目指してやっていこうかなと思います。なるべく強く曲げつけていきます。こちらも4号鉢に入れておこうと思います。根をだいぶさばいたので余計な葉っぱを取っておきます。芽が欲しい位置の葉っぱは残しておきます。はい、これで今日の作業終了です。完遂して終わりになります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバイ。